皆さん、こんにちは。春秋戦国時代に産業急流から多くの人材が輩出された。数ある名人の中で、道、兵、名、引用、戦略、謀略や中央術に長け、ひときわ異彩を放っていた500人の帝史を書いた人物は帰国子です。数だけなら、帝史500人なる帰国子は、帝史3000人の講師に遠く及ばないですが、彼の帝史たちはみんな、それぞれ学術革命の専門家であり、重要な権力や影響力のある地位についていた。複雑で変化し続ける時代の舞台で、当時中国歴史に大きな影響を与え、歴史に名を残すその数は、他の随随を許さないほどです。しかし、その謀略や兵法は、儒教の理念とはかけ離れたものであり、相入れない。その結果、一旦挫折であり、災いをもたらすものとされ、度重なる禁止された。古代中国で儒教が主流であったが、儒教の学問的見解に納得できない人もいる。帰国子は乱世とした世界を支配する哲学に関する知恵の結晶、期待の結晶と考えている。天下を安定させる願望を持つ多くの因子や豪傑たちがプライベートで勉強し、大きな恩恵を受けていた。帝史たちの話をする前に、帰国子について少し紹介しましょう。帰国子、戦国時代の宋の思想家、十王家の創始者であり、文化史上、孔子、老子と学ぶ石格の一人である。は生まれつき、額に四つの肉付きの心があり、ゴーストのように見える。彼は山や谷に隠居していたので、帰国先生と自称します。その後、牧師が旅先でこの地を訪れた際、二人は制約や伐採し、道を論じて、高いの長所を生かし、短所を補い合って、お互いにインスピレーションします。数年後、帰国子は豊富な知識を蓄積していた。その才能は他の随随を許さない。その生命を聞きつけて、多くの人が先生のもとへ学びにやってきた。代表的な人物としては、蘇信、張儀、孫彬、封建、韓昌、白起、王翦、岳起、李牧、海東、宋慶、韓霊、徐福、李義記、西門氷などが挙げられる。この帝史たちの多くは山に入る前は無名だったが、山を出てからみんな功なり名を遂げる。歴史に名を残すことになった。彼の代表作、帰国子この本は、古代中国の軍人や政治家、外交官に研究され、現代のビジネスマンの筆継書となっている。様々な知謀と剣術の形を明らかにします。内政、外交、戦争、通商、広報などの分野で広く活用されています。彼の考え方は、
国内外から高く評価され、よく知られています。孫子の兵法は総合的な戦略に、帰国子は具体的な記述に焦点をあって、高いに北感し合っている。次に、彼の最も有名な弟子である4人についてお話します。第一位は封建。封建は帰国子の下で兵法を学び、後に義に疾患した。彼は戦国時代中期で最も勇猛な武将であり、誰も太刀打ちできない存在だった。義の科学の発見を求める際、封建は無敵であり、あらゆる戦歴に勝利した。彼は最も原神的で優れた将軍であった。その名声とともに義の発見は絶頂に達したが、彼の死により、義の発見は次第に衰退していた。彼の文明はそのまま義の国運に影響を与え、欠いてしまった。孫臏は蔡の出身で、封建とともに兵学を学んだ。その間、二人はとても仲が良く、兄弟のような関係になっていた。封建が義の将軍になると、孫臏を慶応に推薦し、共に大業を築き上げるために彼を義に招いた。しかし、孫臏が義に到着して間もなく、封建は彼の才能が自分よりはるかに優れていたことに気づき、自分の座を奪われるかもしれないと思いました。行列の使途から彼は誰かに指示して、孫臏が蔡と密かに通じることを暴露させ、冤罪を作り、孫臏を投獄された。封建は義の慶応に偽善的な懇願した。孫臏は死罪を招かれたが、それでも重い刑罰が課せられた。孫臏の膝蓋骨の切除、額に罪人の印である入れ墨を入れられた。封建が孫臏を殺させなかったのは、孫臏に先祖天来の兵章を書かせたかったからである。孫臏は自分の命を救ってくれた封建に感激し、昼夜を問わず兵章を書きました。その真実を知ったのは彼が兵章の書き途中からでした。その後、彼は気が狂ったようなふりをし、泣き、不意に笑って、時に糞や尿を食べることもあった。ついに、封建は警戒を解いた。その時、蔡の使者が義にやってきて、孫臏の密かに車に隠し、蔡に連れ帰った。孫臏は蔡の大将軍である伝義に称賛された。その後、伝義の凶馬で助けを経て、陽の命に止まりました。やがて蔡の軍師に任命され、伝義に随随し、義と戦いに向かい、封建との知恵の戦いを始めた。まず、孫臏が軽量の戦いで義を囲んで趙を救いの物語がよく知られている。子女の異義救助という。それから数十年後、鎌の数を減らすという方で、封建の誘惑し、単独で討ちに入り、馬陵の戦いで再び孫臏に敗れ、封建は自陣した。それから義は衰退していた。
封建が死んだ最大の理由は嫉妬であった。多くの人は彼と孫臏の戦いは復讐の戦いだと考えています。彼の死は彼自身が招いたものだ。第2位は孫臏です。先ほど孫臏が気違いのふりをして何度か逃げ出し、生き延びたという話をしました。サの死者の助けを借りて、サに逃れることに成功したのです。サの世から軍師として任命され、サ軍の育成を発作していた。紀元前354年、趙の首都、邯鄲は魏軍に包囲された。サの世は趙を救うため、電気に軍を率いるように命じ、孫臏はその軍師として投降した。孫臏は電気の作戦で、こういう検索し、サの軍を聞いて、直接魏の首都である大量に向かいをするなら、趙を囲む魏軍は必ず戦わず撤退します。これが前に述べた有名な夷魏救助の話である。電気は計画通り、軽騎兵を魏の都大量の郊外に直行させ、本体がいくつかの方向にも続き、軍事力が不足のような錯覚を起こさせたのです。封建は予想通りに騙され、邯鄲から撤退した。電気と孫臏は、魏軍が軽量を通過するに違いないと判断し、彼らは先に主力を率いて、向こうに赴いた。魏軍が軽量に到着すると、突然、サ軍と遭遇し、緊急対応できない魏軍は惨敗。軽量の戦いで、封建が取り押されてしまった。これは二人の出戦であった。紀元前342年、サと魏が再び戦争になる。電気は孫臏の釜を減らす作戦で、封建の誘い出した。馬陵で魏軍の待ち伏せ、馬陵の戦いで魏軍は再び敗れ、封建が自害した。この二度の戦いを経て、サの維新は十元の東を支配するようになり、八権の握る兆しが見えた。馬陵の戦いの地、サ軍は大勝利を収め、孫臏は再び電気にこう進言した。もっと大きなことをしたいのか、将軍。将軍はサに書いて、平権の解除してはいけないのです。今、サの都、地形が非常に危険である妊娠の南西の兼用地帯に、曲がりくれた道が通行者しか通れないので、その地帯を守るために、ベテランの軍隊を残っていれば十分です。その後、将軍は軍を聞いて、臨死へ直行すれば良いのであり、一回でサを選別できます。臨死を手にすれば、将軍が大業を期待できます。そうでなければ、将軍はサに帰り、よろよろしたら、数奇に殺されるだろう。数奇は当時、サの最初であった。結局、電気は孫臏の提案を拒否した。電気は国に帰った後、孫臏の言う通りに発生した。数奇は電気がサの王位を狙ったというわけで、電気を
陥れる。イオから疑われて殺されるのを防ぐために、デンキは宋へ逃れた。ソンビンもデンキと共に宋に逃れ、江南のところで本を書いた。この時期、ソンビンはソンビン兵法を完成し、その以来、時代を超えて受け継がれている。イオの死後、洗脳が即位し、電気を再に呼び寄せ、行政を補佐させた。ソンビンは電気について、二人再に戻ってきた。ソンビンは、強大な秦に対して、燕と趙を連合する案を提示した後、実食して隠居した。故郷で亡くなりました。歴史上、優れた軍事家であったソンビンは、若い頃に同門から迫害を受け、生涯にわたって生涯を残すことになった。しかし、ソンビンは身体的なハンディキャップがあるにもかかわらず、意志が固い。蔡に逃れた後、重用され、戦場で封建を倒し、復讐しただけでなく、蔡の東部地域支配の基礎も築いた。次回は他の二人を紹介していきます。ご視聴と支持ありがとうございます。チャンネル登録を忘れないように。また次回の動画で会いましょう。